もくま先生に登場していただこうと思います。くまちゃん。はい。あら、今日お揃いになりましたね。着替えましたね。着替えました。じゃあちょっとこれでかっこよくやりましょうかね。ピーちゃんがとっても元気がいいわね。今日も北欧スタイルの、苔と植物の寄せ植えをやりたいと思っております。ビーグリーンをね、はい、今日もそうですね。ね、せっかく新しく入ってきたので、はい、これに植えたいと思っています。はい、まずはね、このシックなグレーのタイプのもの、そしてセメントのこれですね。ね、もう形はとっても可愛いのね。この2つに苔を使った寄せ植えです。はい。こっちはね、ここの人が今やってるのね、シクラメン。シクラメンですね。はい。同じもんじゃないかもしれないけれども、今年これ新しいですか？そうですね。ホイップミルクも真っ白のシクラメンってなかなかなくて、でこの葉っぱとのコントラストが可愛いですよね。シクラメンを私選ぶときに花の色だけじゃなくて葉っぱの色をすごい気にしています。だいたいこうグリーンの子が多いのね。そうなんです。で、あとシルバーだけの子も素敵よね。そうですね。素敵ですね。もう少ししたら入荷しますけれども、それでこの子は縁がちょっとニュアンスがありますね。はい。で、なんと香りがあるのね。そうなんですよ。このすごいいい香りがあるの。そうなんですよね。ね、この香りは私は昔のシクラメンの香りという歌を思い出しましたけれども、笑わないで。分かってる人は笑ってる。そうね。そう、小原さんなんかは知らないかも。これがシクラメンの香りかって思いますね。でもね、ギザギザの花の子とこのね、個体差がありますね。素直な感じのことあるので、まあ気にせず植えたいと思っています。で、ここの人は皆さんシンプル植えなのね。そうなんです。いろんな色を混ぜずにポッティングガーデンをやってるんですよ。ポットを5つも6つもね置いて、でそれを1つずつ植えた花を高低差つけたりして、寄せ植えを1つの中でするんではなくて、ポット5つぐらい使った寄せ鉢、ダルビーさんはそれをポッティングガーデンって教えてくれました。素敵でしたね。そう、ダルビーさんのお庭。そう、もうダルビーさんのお庭に行ってから私の庭もポッティングガーデンに変わりました。はい、じゃあやってみますかね。じゃあ熊先生お願いします。まず私用意しときましたよ。ボラ土を入れてありますよ。そうですね。もう今日はシンプルにこの、シクラメンだけなのでボラ土は比較的多めに入れてます。で、ここに花の土を入れていきますね。ちょっと待ってください。おっと。もうかなり入れるのね。入れますね。この鉢の3分の1ぐらいがちょっと4分の1かなぐらいはボラ土が入ってます。そうね。半分は入ってないけど半分ちょっと下ぐらいまでボラ土を入れて排水性を良くしています。はい、シンプルに植えた土はもう7分目8分目ぐらいまで入れちゃいます。そうしましたらこれぐらいですね。かなり。もう上から5センチ下がりぐらいのとこまでも土入れちゃってます。で、まだね、肥料の方が入ってないので、このバイオゴールドのモットヒですね。これを、一握り入れてください。で、これまたかき混ぜます。はい。これぐらいですね。はい。そうしましたら、この、よいしょ。シクラメンさん入れていきます。結構ほら根っこが張ってますね。張ってますね。すごいですね。年々シクラメンも出てくるのが早くなって寒さが追いついてないですね。なんか雰囲気。よいしょ。すごい張ってますね。張ってるね。のけようかな。かけてください。でこれもね一緒です。またここの段階で枯れてる葉っぱとか汚い葉っぱ、あと黄色くなってる日当たりがちょっとやっぱり悪くなっちゃうと
こういう風に黄色くなってくそうねる葉っぱも出てくるんですよね。隠れてるものね。そうなんです。なので、ちょっとそういう傷んでる葉っぱとかもこの段階でお掃除しましょう。取れちゃった。いいですか？大丈夫です。で、あとここのシクラメンって球根なんですよね。なのでちょっとこの肩のところはちょっと苔も来るので土を軽くぐるーっとのけてあげましょうか。そうするとあまり深植えになるとこの球根が今出てきました。ほら、わかります？これ出てきた球根。ここね、球根があります。今土ここまで入ってたんですよ。でもこの球根を見せるね。そうなんです。それぐらいでちょっとしてあげたらいいかな。後で苔が入っちゃうので、土のまんまで苔が来るともっとこんな風になっちゃうので、ちょっと軽くのけてあげましょう。出てきた。ね、その方がうまくいきます。育ちがいいです。で、軽く根っこは下ね、結構張ってたので、こういう風にほどく程度ですね。で、今日はもうシンプルに3つなので、まず1つ目。この鉢の、この時も植える時に深植えにならないようにしてください。せっかく球根をここね、出してるのにぐっと植えちゃうと深植えになるので、まあ、この植木鉢のちょうどぐらいね。ちょうどぐらいを目指して高さが同じぐらいでもいいかもね。いってあげるといいと思います。で、一つ植えたこういう感じですね。置く感じで、この葉っぱがコツはこの鉢の縁に乗る感じ。こう落ちるんじゃなくて乗る感じの高さで十分いいと。そうですね。深植えするより上がってる方が豪華に見えますね。仕上がりも。はい。じゃあこれも3個目ね。これは全部いろんな角度から見て、どこから見ても綺麗に作りたいと今日は。こうですね。くるっとくるくる伸ばして。かわいいここがセンターにっていうかね、前に来てもいいような感じで入れます。で、あとこの隙間に土を入れていきます。で、入れるときに結構皆さんね、こんな風にして入れる人がいらっしゃいます。これしたらもう傷んでくるので、もう軽くこの、もうこれでいいです。この隙間を狙って。あと真ん中から入れますか？そうですね。端から入れるとね、真ん中に全部寄っちゃうので、真ん中から頑張って入れましょう。私はね、この端に入れて、こうやって、こうやるんですよ。ああ、なるほど。よくここ入れようと思って、こうします。そうするとやっぱしもう土だらけになって、きれいに入らないので、この無理せず入るところから入れて横に土を寄せるのね。寄せていきます。なるほど。結構土入れで仕上がりがまた変わってきます。で、真ん中が入れられたらこれをもう一度調整してあげて、高さとね、向きとバランスを、この縁に今ね、乗ってるかなとかいうことで、で、あとはもうこの隙間を入るところに、これもそう、こうやって、こっちからした方がいいかな。映らないね。はぐるのね。はぐるって、方言か。はぐして。方言だと思う。そうですね。めくる。めくった感じで。葉っぱをギュッとめくって、こうですね。鉢の中を覗いて入れていきます。はい。ちょっとここ土をたっぷり入れてあげてください。で、これを指でこうやって横に奥とか入れていくようにします。で、この鉢こういう風に壺型なので、特にこの株のこちら側も隙間がないように。難しいね、外が。結構ね、まっすぐじゃないので。上がシュッとしぼんでるのね。なんで、こういう感じで、また間が違う。たらこうですね。こういう感じで、ほぼこういう感じです。同じように、ここも土がまだ入りきってないので、こうやって入れるより、間に入れるのね。そうなんです。間に入れて広げていく。そうなんです。でないと結構、まあ今日シクラメンなんでこう触っても折れないんですけど、繊細なお花とかはすぐ折れて、植えてる間にいっぱいお花があったのに、折れてなくなってる人もいますね。そうなんですよ。そういう風になるので、まあこの土の入れ方一つでちょっと最後の豪華さも変わってくるかなと思います。はい。で仕上げに、そう苔のお化粧ですね。おけさんはもうこうやってこれぐらいかなっていうのを取っていただいて、ここにこ
まず間からね。間です。これが入るだけで全然可愛くなりますね。もう一度いきますね。そうね、もう雰囲気出てくる、これだけで。これね、こうですね。こんな感じで。綺麗な緑色がこうね、上に出るように入れてあげてくださいね。裏はちょっとね、茶色いので、綺麗なグリーンのところをこう。でもなんとなく茶色が少し見えても自然な感じです。そうですよね。なんでガーデンシクラメンが可愛いかというと、はみをしてないからだよね。そうなんですよ。みんななんかお家の中寄ってこう茎入れて葉っぱをきれいに組んで、真ん中にナチュラルじゃ全然ないじゃないですか。シクラメンがあんまり好きじゃなくなったのは、はみをしてるせいだと私は思う。自分がね、北欧に行くとシクラメンが、中のシクラメンもこんな風にナチュラルです。そうですね。そう、私の母は毎年咲かせてて、子供の頃からナチュラルな形だったんですね。だからシクラメン大好きだったけれど、一個だけね、飾るなら良いかもしれませんが、それでもはみを変えるとすごいナチュラルです。なんか前生産者さんも行った時に、私だけそれで出してくださいって頼んで出してもらったこともあるくらい。そうですよね。はい。ナチュラルがいいです。はい。はい。はい。素敵よ、かわいい。これね、ろうそくをね、クリスマスの時はね、いいですね。アレンジできますね。そのまま刺すんですか？いい、なんかあるんですか？あるのよ。北欧からもう少しで飛行機で届く予定です。早く欲しいです。まだ届いてないのよ。手続きがなかなか進んでなくて。クリスマスまでに間に合えば。でももう、クリスマスには間に合うと思いますので、また刺しましょう。はい。はい。楽しみに待ってます。じゃあ、これが一つ終わり。次に、ビーグリーンのこのセメント鉢。これに何を入れようかなとお店に行くと、くまちゃんが仕入れてた。すっごい可愛い子があったのね、これ。そうなんですよ。何なの？カルーナのガーデンガールズなんですけど、これって白だけで出してくださいって言ったらなかなかなくって、いろんな色がミックスで入ってくるんですけど、今回白だけのあったので、しかもなんかすごいふわふわしてて可愛いんですよ。これも北海道産なのよ。きっとね。そうですね。なんでアソートでね、一番に出るのかなと思うんですけど。日本はそれが多いですね。そう、なんか生産者の方がそうじゃなかったら売れないと思ってらっしゃる。でもホームセンターはそうかもしれないけど、ガーデンズは嫌なのね。嫌なんです。白だけくださいとか。白だけ、赤だけくださいとかね。そう。はい。ということで、今日はこのね、可愛い子をもうたっぷり使ってシンプルに植えたいんですね。北欧のね、寄せ植えもこういう感じで多いですよね。これを使ってるの。これからクリスマスにもうやっぱり北海道と一緒なんだね。そう。だからこういうのを多く使ってますよね。じゃあこれを入れていきますね。で、もう土は同じようにここまで肥料も入ってます。だいたい7割ぐらいまでね入ってますので、これで今日はもう5つ入るかな。はめてみたいです。でね、こう持ってもらって結構こう上に、土がまた違いますね。なんか腐葉土みたいな、なんていうかピートモスですね。が入ってる感じです。やっぱりピートモスって北欧なのよね。なんでこれをちょっとあとこれもちょっと肩取っとった方がいいですか？軽くでいいですね。これもね。揺れて感じがいいな。ね、可愛いですね。鉢も白っぽくてぴったりですね。植木鉢と。そう、真ん中に一つと周りに今4つ。そうですね。ね、奇数の方がいいんですよね。入れるとき丸くなるっていう話を。まあ5つ入れるより今日は真ん中がね。これふわふわしてる子はあまり気にならないですね。これで5つ。肩の落としたピートモス、いい土だからなんか綺麗ですね。入れましょう。多分この元の土の方が調子いいかもしれないですね。ちょっとこれを全体的に入れますね。なんかよく生産者さんの肥料とかもね上に乗ってるんだけど、それものけずに入れた方が綺麗になる。同じ肥料でね。そうですね。今までそれで育ってきてるから、やっぱり急に違うところのね土になるよりはちょっとなじませながら入れてあげるのもいいかもしれませんね。
はい、じゃあこれにちょっと土をこれにでも足らない仕から上げの土を入れていきます。先ほどと一緒ですね。無理せず間に入れてあげる。こういう感じですね。たっぷり。最初で、入れたのをこの間です。真ん中に寄せていく。まず間を攻めていきます。で、入れながらこの向きとかバランスを調整してください。結構ね、皆さん土入れるのに一生懸命になるとおしくらまんじゅうになってきて、あれと思って最初に入れた位置が変わってきてなんだか違うっていうことにも結構なりますので、そういう感じで入れてあげてください。これは楽ですね。この植えるこの中に、ね、土を入れないようにしないといけないわね。そうですね。そう、植物の中にお花が折れるとかっていうちょっと心配がこの植物ないので、植えやすい。入れてて素敵。これだけでも可愛いね、本当に。うん。ふわふわ。この鉢にぴったりですね。でもなんかあれですね。この北欧の鉢って、こうやってお花を植えてあげてもいいし、さっきそう苔でね、多肉でもいいですね。いろんな風に使えるんですね。とってもシンプルで。何にでもね、控えめなんだけれども、どの植物も素敵に見せてくれるし、存在感もある。そんな子なかなかないね。ないですね。でもやっぱり一つあると本当苔を上に置くだけ置いて、ね、それで置いてても絵になりますしね。これで結構土がしっかりちゃんと入りました。はい。でまた同じですね。ちょっと隙間、もうこのまんまでも結構ね綺麗なんですけど、ちょっとだけお化粧してお化粧します。するともっとナチュラルでいい感じ。自然な原風景の再現ですよね。見えてないようだけど見えてるのね。そうなんです。やっぱ苔が入ると最初から仕上がり感がちょっとアップします。ちょっとぬくぬくとするしね。みんな喜んでる。はい、完成しました。じゃあ、この後は水をかけるのね。はい、たっぷりと水をかけてあげてください。で、もうこちらのカルーナはもう水ジャーっと上からかけていいんですけど、このシクラメンは上からジャーっていうのはお花が傷むので、ね、白い子は特にね。そうなんです。で、球根を上から直接ジャーってよりはもう横からそーっと水をかけてあげてほしいですね。で、なるべくお花はこういうふうにまた次から次へとこういうふうに上がってくるので、自然な感じにしてあげて、こういうふうにしてあげるといいと思います。黄色い葉っぱ取ったらいいのね。そうですね。あと花がら摘みなんですけど、シクラメンの花がら摘みはピッてこう引っ張りたくなるんですけど、このまんまこういうふうにじゃなくて、ここを手元のところで軸を持ってくるっと回してもらって、回しながら引っ張るとこの下から取れるので、そうやってあげると綺麗にプチって切れずに、こういうのがここに出てたら、よくね、お客様のお宅に行くとこの先がない子があるけど、こうなってたらちょっといやらしいですよね。待ってもね、花出てこないから、下からね出てくるからね。花柄を摘んであげて、またこうちょっとここ寂しくなったなと思ったら、ちょっとこういうふうにはぐみを変えたらいい、はぐみを変えてこう広げたらね、今取っちゃって、ここ寂しくなったらこういうふうにでナチュラルに整えてあげると寂しくないです。本当だ。ということで楽しんでもらえたらなと思います。どっちが水がいらない？どっちがでも同じぐらいじゃないんですかね。はい。この子たちは雨当たるところで大丈夫ですか？雨はあんまり当たらない方が綺麗だよね。そうですね。花が咲いてる時は特に。で、冬の寒さもそうだよね。そうですね。極寒で当たるよりは軒の下にあった方が冬は綺麗だよね。寒さに当たると多分ね、これね、べちゃーってこう寝てますよね。寝てる。朝なんかこうお店に来たらなんか全部が水がいるわけじゃないのに枯れたような感じになるのね。そうなんです。できれば寒くなって霜が降りる頃には軒下とかちょっとそのね、霜が避けれるような場所に置いてあげる方が綺麗に育つと思います。はい。はい。もう春までね、何にもしなくていいよね。そうですね。長く楽しめますので。
ね、ちょっと汚くなったとこを手入れしてあげる程度。冬のちょっと寂しいね、お花が少ない時にこういうのを入れてあげると、お花がなんかね、賑やかになりますね。ね、これがもう真っ赤だけとかピンクだけでも可愛い。可愛いです。ここの下白だね。白が多いですね。あまり見ないね。うんそういえばピンクとか真っ赤とかのシクラメンも。します。あ、そうだ、忘れてた。はい、もう。まあこれじゃあここ置いてみとく。ここにちょうどなかったからすごい素敵かなと思います。2個ね寄せておくところがあればより良かったんですけど、うちには今ないから1個だけここにして、もう1個はこれ使おうかな。はい。このティアーズオベリスク、これをもう容赦なくですけどギュッと刺します。可愛い。可愛いですね。ね。ここからクリスマスのオーナメントをぶら下げたい感じがする。こんな鳥さんぶら下げるのも可愛いかも。可愛いですね。ね、なんかこうぶら下げたら可愛いね、ここにね。いろんなアレンジができる。本当ですね。可愛いので。これで飾りたいなと思います。はい。We'll go to the park.